今回は日本製ビム、グローブでオブジェクトリストを活用するについて解説します。今回解説するテーマは入力した部材のプロパティ一覧表であるオブジェクトリストです。この機能はどんな活用方法があるのかについて解説したいと思います。おすすめオブジェクトリスト活用参戦。1、複数部材のプロパティ変更で活用。2、入力後のチェック作業で活用。3、部材の数量算出で活用について解説していきます。1、複数部材のプロパティ変更で活用。ここでは多数のスペースのプロパティ情報を一気に変更するケースについて解説します。平面ビューでの部材プロパティの変更は一つ一つプロパティを開いて入力していく作業となり、入力したスペースの数が多いと時間と手間がかかってしまいます。似たような仕様で多数のスペースがある場合、Excel のように表形式でコピペできると作業効率が上がるはずです。私のケースで言えば、宿泊施設のような部屋数が大量にあるケースで便利でした。手順としては、一通りスペースを入力後、オブジェクトリストを開いて、画面左側のオブジェクトの一覧にあるスペースをクリックし、内訳を表示させます。そして上下に並べて表示のボタンを押します。上部のセルとリンクしている平面ビューを見ることで位置を確認しながらセルを変更できます。項目別に行をソートすることで目標の項目を絞り込むことが可能です。部屋の名称別にソートをかけてみましょう。タイトル行の名称をクリック、そしてリボンメニューのソートをクリックします。これで名称別に並び替えをしてくれました。ここでは宿泊室の天井高を変更してみます。セルの数値を 2800mm から 2600mm に変更します。そしてマウスの右ボタンでコピーをクリック。コピーしたい複数のセルを選択し、貼り付けします。オブジェクトリストでは、スペースの名称、天井高など、ランダムに同じ文字列が存在した場合、リスト上で複数を指定してコピペすることで、一気に変更することができます。Excel での操作に慣れた皆さんであれば、よく理解していただけると思います。ただ、注意点があります。Excel の機能と同じようにはできないものがあります。連続データコピーやセルの検索が残念ながらできません。2、入力後のチェック作業で活用。プロパティ情報が一覧できることからスペースに限らず、部材の種別ごとに全体のチェックが可能です。平面ビューで部材を選択してプロパティを一つ一つ確認していくのは数が多い場合に骨が折れますし、どうしても確認漏れなどのヒューマンエラーが生じる可能性があります。そのためオブジェクトリストを活用することでデータを一通り入力後にオブジェクトリストの一覧表で入力漏れ、変更漏れを一目で確認できます。私は実施設計図をもとに BIM モデルを作成する際、一通り入力後、オブジェクトリストで数値の確認をします。例えば、先ほどのスペースの天井高の変更をしていく際、すべて変更したと思っていても、変更漏れがあったりします。そういった際に、ご覧のように一覧にすれば、一目でわかるので便利ですね。ぜひ、ご活用ください。3、部材の数量算出で活用。オブジェクトリストでは、各種部材の数量を確認することが可能です。ここでは、仕上げ数量について見てみたいと思います。仕上げの面積算出については、部屋単位でもなく、壁単位でもなく、仕上げ材を一部材、単位で算出してくれるので便利です。ちなみに、BIM なので当然ですが、同一面の壁の仕上げの貼り分けにもグローブは対応しています。この機能は
材料発注時の数量根拠としても利活用できます。それでは、こちらのデータで内壁仕上げの面積を確認してみましょう。専用設計ツールタブにあるオブジェクトリストのメニューをクリックすると、オブジェクトの種別ごとに一覧表が表示されます。内壁仕上げをクリックしてみましょう。そして、上下に並べて表示のボタンをクリックすると、上に一覧表、下に平面ビューが表示されます。平面ビューを 3D ビューに切り替えることもできます。ここでは、仕上げ名称や仕上げ圧、そして取り付ける質名が一覧で表示されます。表のセルをクリックすると、3D ビュー画面で選択したオブジェクトが赤くハイライトされます。そのオブジェクトがどの位置に入力してあるのかを確認できるというわけです。左上の表示項目ボタンをクリックし、参考集計値のチェックボックスがオフになっているので、ここにチェックを入れます。これはデフォルトではオフとなっているのでご注意ください。オンの書き込みができないので、数量データを確認したいときには、毎回チェックを入れる必要があります。ちょっと面倒ですね。閉じるをクリック。すると、表の右端に参考集計値項目が出現します。ここに表面積が表示されていることがわかります。ご覧のように、斜め天井に接する内壁仕上げ材の面積、同一面に異なる仕上げ材の張り分け部分について入力位置を確認しながら、部材単位で必要な面積を確認できます。しかも、この仕上げ材がどの部屋に所属するのかという情報も表示されます。また、Excel への書き出し機能も装備されています。先ほどの面積とともに、所属する部屋名も表示した上で書き出しされます。では、Excel ファイルに書き出してみます。画面左上のグローブボタンをクリックし、エクスポート、そして Excel を選択して書き出しができます。このように Excel ファイルに出力されました。はい、ここ、試験に出ます。今回ご紹介しましたオブジェクトリストの仕上げデータの面積算出の方法は、先日行われた BIM 利用技術者試験1級の2024年前期の試験で出題されていましたね。押さえておいて損はないと思います。この BIM 利用技術者試験については、概要欄に URL を貼っておきますので、ご興味のある方はご覧になってみてください。仕上げ材以外の数量算出はどのようなものがあるのでしょうか。オブジェクトリストの数量自動算出の機能は仕上げの他にも、階段の踏み面面積、けこみ面積、さらには手すりの表面積、かさぎの長さも自動で拾っています。また、建具の数量データから周長を拾ってきますので、その合計値をサッシ枠重点用モルタルの数量根拠で利用することができます。この他にも活用できる数値が多数あります。参考集計値計算根拠という資料がメーカーさんのウェブサイトにアップされていますので参考にしてください。概要欄に URL を貼っておきますね。余談になりますが、建設業の DX についてお話しさせてください。建築プロジェクトでは必ずしも BIM の3次元の形状データを必要としないステークホルダーが存在します。その方々にはグローブから書き出した Excel データを渡してあげることで利活用されれば、せっかく苦労して作成した BIM データも生きると思います。すでにデータがあるのに人力で計測し計算を行っているのは作業的な損失であり、時間的ロスと言えると思います。建設業 DX を目指し、業務効率化を図るためにも、この時間的ロスをなくしていけると良いですね。その他の便利機能として、仕上げに関しては、今回ご紹介しているオブジェクトリストではなく、仕上げ使用計画メニューにある Excel 使用書ファイルの取り込みボタンで、Excel で作成したデータをインポートして取り込むことが可能です。BIM データを Excel で作成することもできる
そんな機能もグローブでは用意されているというわけです。以上、おすすめオブジェクトリスト活用参戦でした。また、お問い合わせがよくありますので、先ほど数量データでご覧いただいた斜め天井に沿った形状の内壁仕上げを作成する手順を簡単にご案内しておきます。内壁仕上げの貼り分けの入力方法。まず、入力してある仕上げ材を分割してみます。そして、こちら側の仕上げ材のプロパティをリクシルのエコカラットプラスの化粧板に変更します。斜め天井の入力方法。内部天井仕上げに利権系金属工業の木目調のスパンドレルを使用します。この時、勾配タイプを片流れ高さ3点を選択しておきます。そして領域を入力後、高さ指定のための3点を聞いてくるのでクリックします。さらに、この3点の高さを数値入力して完了です。内壁仕上げの上部の形状を斜め天井に自動で合わせる方法。専用設計ツールにあるタッチミーを使います。不思議なネーミングのコマンドですが、指定した材料の境界線のところで接続する部材の形状を伸縮してくれる便利な機能です。まず、基準にしたい部材をクリックし、次に接続する部材をクリックする手順です。緑の矢印が出てきますので、上下どちらかをクリックします。簡単に仕上げ材の形状を変更できました。ぜひ、日常のビムのお取り組みの中で役立てていただければ嬉しいです。今回の解説は以上となります。この動画が役に立ったという方は、私のモチベーションアップにもつながりますので、ぜひ高評価ボタンのクリックをお願いいたします。さらに、コメント欄にこんな入力が良いよ、などのアドバイスやご意見などもお待ちしています。また、今後も日本製ビム、グローブの操作について解説動画をアップしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。